動画をご覧いただきありがとうございます。この動画では Shopify アプリ CRM プラスオンラインの初期設定についてご紹介させていただきます。では早速初期設定の方法をご紹介させていただきます。本初期設定にはまずこちらですね、Shopify の管理画面をご用意ください。次にこちら LINE オフィシャルアカウントマネージャー LINE 公式アカウントの管理画面、こちらをご用意ください。で最後にこちら LINE デベロッパーズ LINE さんが開発者さん向けに提供しているポータルサイトですね、こちらもご用意ください。こちら3サイトご利用させていただきますので、この動画の概要欄にも URL 貼っておきますので、そちらご参照ください。それでは早速初期設定進めていきます。今回は LINE 公式アカウントまだお持ちでない方にも、いらっしゃると思いますので、まだもう Shopify サイトしか持っていないという状況で、始めたという想定で進めさせていただきます。従いましてこちらですね、 Shopify の管理画面はすでにお持ちである状態。ただまだ LINE 公式アカウントを持っていないので、まずは作成するというところを進めさせていただきます。LINE オフィシャルアカウントマネージャーの中で作成というふうに押しますと、実際に LINE 公式アカウントを作成する画面に移ります。こちらですね、 LINE 公式アカウントのアカウント名、管理に使うメールアドレス、そして会社名、業種を入れるような形になります。今回初期設定をさせていただきますので、こちらアカウント名は CRM プラス初期設定デモというふうにさせていただきます。次にですね、メールアドレス、こちらは業務で使っているアドレスとかを入れていただけたらと思います。こちらの LINE 公式アカウントに関して送られる通知であったり、そういったものが届くアドレスになっています。で、会社事業者名は株式会社ソーシャルプラスと入れさせていただきます。でそうですね、こちらも、皆さんの LINE 公式アカウントのブランド名、ブランドの、大業種、小業種選んでいただけたらと思います。今回は EC サイトということなので、ショッピングを選択して、そうですね、雑貨、生活雑貨を売っている EC サイトという想定で進めます。でこちらですね、 LINE 公式アカウントをご利用に至って、利用規約がございますので、こちらを見ていただいて、最後まで見てください。でこちら見ていただきましたら、確認で LINE 公式アカウントを作成します。でこちらで最後の入力確認がございますので、完了をして実際に LINE 公式アカウントが作成されたというような形になります。でこちらのベーシック ID ですね、 LINE 公式アカウントでランダムで発行されるベーシック ID ですので、こちらはこちらに保存しておいてください。ですね、こちら認証済みアカウントというものもございまして、こちらは LINE 社が実際に審査をしてこういった認証バッジを付与するものになっていますので、こちらもお時間があるときに申請を進めていただけたらと思います。今回デモなので、後で認証を行うということでスキップさせていただきます。こちら利用規約ですね、 LINE オフィシャルアカウントマネージャーの利用規約出ますので、こちらも同意で進んでください。はい、これで LINE 公式アカウントは完成しました。LINE 公式アカウント完成しましたら、こちらやることリストというものがありますので、こちら順に設定していただければ、とりあえず LINE 公式アカウントを始めるにあたって最低限必要な設定が済むようになっていますので、皆さんもこちら設定いただけたらと思います。で今回ちょっと分かりやすくしたいので、プロフィール写真だけ設定させていただきます。では CRM プラスオンラインのロゴを設定します。保存。設定されましたね。これで LINE 公式アカウントの準備は終了です。では次に LINE 公式アカウントが完成したので、実際にこちらを Shopify の方に連携させたいんですけど、その時に CRM プラスオンラインのアプリが必要になるので、こちら Shopify の管理画面を開いてください。そしてアプリ管理をしていただいて、ストアをカスタマイズと
押していただけますと Shopify のアプリストアが開きまして、アプリを検索することができるような形です。もちろんここにソーシャルプラスと入れていただいて検索いただいてもいいんですけど、概要欄の中にアプリの URL も貼っておりますので、そちらから、アプリ参照いただいても構いません。で CRM プラスオンライン開きましたら、こちらですね、アドアップアプリを追加すると押していただいて、実際にインストールを進めてください。で私の Shopify ストアに CRM プラスオンラインが入りますというところになります。でこちらアプリをインストールを押していただいて、実際にアプリが追加される形になります。で最初のインストールの時にはこちらアプリの利用規約ございますので、こちらを読んでいただいて、こちらを読んでいただいた上で同意するで進んでください。こちらの画面が表示されましたら、インストールが完了しました。でこの CRM プラスオンラインのホームの画面ですね、こちら上から順に設定していけば最終的に設定が完了するというふうになっていますので、実際に上から設定を進めていきます。でまずもう LINE 公式アカウントを作成したので、 LINE 公式アカウントに、この CRM プラスオンラインを連携させるために LINE デベロッパーズでの設定を行います。ですね、LINE オフィシャルアカウントマネージャーを開いてください。で LINE オフィシャルアカウントマネージャーの右上の設定を押していただいて、メッセージング API を押します。そうしますと、ここまだ未利用中というふうになっていますので、こちらを実際に有効化するというような流れになります。もしかしたらすでにLINE の配信ツールなどを他の使われていたという方であれば、ここが利用中というふうになっているかと思いますので、その方はこのステップスキップしていただいてよろしいので、ここはまだ未利用中の方についてのご紹介をさせていただきます。こちらですね、メッセージング API、名前の通りなんですけど、この LINE 公式アカウントから外部ツールを使ってメッセージをお送りするときにこちらを利用いただくものになりますので、メッセージング API を利用するをクリック。でまずプロバイダーというものを作成する必要があります。これプロバイダーというようなですね、組織名ですね、入れていただければと思いますので、ここ会社名入れてください。株式会社ソーシャルプラスとさせていただきます。でこちらの API の利用規約ございますので、こちらも読んでいただいて同意するでお願いします。で LINE の連携を使うときに実際にこのプライバシーポリシーと利用規約っていうのが必要になってくるので、皆さんのサイトのプライバシーポリシーと利用規約を入力してください。私も今 Shopify サイトのプライバシーポリシーと利用規約貼りました。では OK を押していただいて、アカウント名これで良いか、プロバイダー名、組織名になっているか、そしてプライバシーポリシー利用規約貼られているか確認いただいて OK で進んでください。そうしますと、先ほど未利用だったステータスが利用中に変わっているのが確認できると思います。でこちらチャンネルというものが、自動で発行されますので、ここまで来たらメッセージング API の有効化が終了しました。すでに LINE のツールを使われていた方はこの状態で表示がされていたかと思うので、ここから設定を進めてください。こちらが完了していましたら、実際に LINE のデベロッパーズの方もこういった形で先ほど作った株式会社ソーシャルプラスというプロバイダーですね、こちらの中に紐付けた LINE 公式アカウントが表示されているのが確認できるかと思います。ここにはまだメッセージング API というものしか表示されてないと思うんですけど、今回 CRM プラスオンラインを使って LINE 連携をするときには、メッセージング API とさらに LINE 連携をするための LINE ログインチャンネルというものが必要になりますので、
こちらですね、Create New Channel で一番左の LINE ログインを押してください。そうしますとチャンネル作成画面に移りまして、チャンネルタイプは LINE ログインで構いません。でプロバイダーも同じ株式会社ソーシャルプラス、同じプロバイダーの中に作っていただいて、リージョンはジャパン、このまま進めてください。でチャンネルアイコンですね、こちら実際に LINE 連携してくださるときにユーザーさんの画面に表示されるものになりますので、基本的には LINE 公式アカウントと同じアイコンを使っていただいたらいいかと思います。で今回ちょっと分かりやすくしたかったので、ここには、LINE ログインチャンネル用のアイコンを設定させていただきます。でこれチャンネルネームはですね、LINE 公式アカウントと同じ名前に設定してください。でチャンネルデスクリプションですね、こちらはその認可画面にこのアイコンが表示されるんですけど、それと一緒に出るサイト説明になりますので、実際に Shopify サイトの説明をここに入れてください。今回ちょっと分かりやすくしたいので、ここにサイト説明が入りますと表示させていただきます。こちら後ほど実際の画面を表示して紹介しますので、その時にまた見ていただけたらと思います。でちょっと下の方に進んでいただいて、今回 Web のサイトのアプリなので Web アップで、E メールアドレスも会社のアドレスなど入れていただけたらと思います。で私も会社のアドレスを入れまして、ここもう一度ですね、 LINE 連携するときにもう一度、プライバシーポリシーと利用規約の表示が必要になるので、こちらもまた入力いただけたらと思います。そしてこちらですね、LINE デベロッパーズのまた同意のものがありますので、こちら読んでいただいてチェックを入れてクリエイトでお願いします。これでですね、先ほどのプロバイダーのトップに戻ってきますと、先ほどあったメッセージング API、LINE 公式アカウントのチャンネルですね、それの横に今作った LINE ログインチャンネルが表示されたかと思います。これで LINE ログインチャンネルの設定も完了したので、次に実際に、先ほど Shopify ストアにインストールした CRM プラスオンライン側に、紐付ける設定を進めていきます。でまずこちら開いていただいて、 Shopify ストアですね、 CRM プラスオンラインの中の2番目ですね、 LINE チャンネルを設定するを押してください。そうすると LINE ログインチャンネルの、チャンネル ID とチャンネルシークレットを入れるところが表示されます。ですのでこちら LINE ログインチャンネルを開いていただいて、すぐここにチャンネル ID 表示されますのでコピーでここにペーストで、ちょっと下の方に行っていただくとチャンネルシークレットありますのでコピーいただいてペーストで、さらにですね、こちら Shopify の方に表示されているコールバック URL というものもコピーいただいて、逆にデベロッパーズ側にペーストいただきます。ベーシックセッティングの横に LINE ログインの設定がございますので、この中にコールバック URL の項目がございます。こちらにペーストいただいてアップデートでお願いします。これで LINE ログインチャンネルを Shopify のアプリに連携させることが完了しました。ここで一旦保存をしておいてください。こちらですね、今 LINE ログインチャンネル設定したんですけど、このデベロッピング、要するにまだ非公開の状態になっているので、デベロッピングのところを押していただいてパブリッシュで公開状態にしてください。でもう一度ですね、 Shopify の方の LINE チャンネルを設定するを押して下の方に行きますと、 LINE 連携をするときに友達追加、LINE 公式アカウントを友達追加させる設定になります。でこちら通常であれば真ん中のものを押していただいて、で実際に LINE 連携したときに、LINE 公式アカウントを表示したいんですけど、その時にですね、この
LINE デベロッパーズの LINE ログインチャンネル、ちょっと下の方に行くと LinkedOA というものがありまして、要するに LINE 連携した時にどの LINE 公式アカウントを友達追加として表示させるのかという設定になりますので、こちらエディットをしていただいて、こちらですね、表示したい LINE 公式アカウントを選択してアップデートでお願いします。では次にですね、もうちょっと下の方に行きますと、メッセージング API チャンネルの設定になります。先ほどの LINE ログインチャンネルというのは LINE 連携するときに使う、入り口みたいなものですね。で、その次に CRM プラスオンラインから LINE のメッセージを配信するという機能を使うときにはこちらの設定が必要になるので、こちらも合わせて設定をお願いします。ではまず LINE デベロッパーズ開いていただいて、左のアドミンのところにあるプロバイダーのトップに戻っていただきます。そして、今まで使っていた LINE ログインチャンネルではなくて、右にあるもう1個の方ですね、メッセージング API チャンネル開いていただいて、その中にあるチャンネル ID をコピー、Shopify の方にペースト。同じですね、下の方に行くとチャンネルシークレットがありますので、こちらをコピーいただいてペーストで、Webhook 設定というものがあるんですけど、こちらがCRM プラスオンラインでチャット機能を使うときに実際に設定していただくものになります。なので、例えばもうすでに LINE 配信ツール別の使われていて、それをまだ継続で利用されたい方とかはWebhook の設定はしなくて大丈夫です。で、こちらもCRM プラスオンラインのチャットも一旦試してみるということであれば、ここコピーいただいて、上の方に行くとメッセージング API の設定があるので、その下の方のここに Webhook URL を入れてアップデートしてください。では Shopify の方のこちらのページの設定すべて完了しましたので、保存するをお願いします。これで2番目まで終了しましたので、次にメッセージマネージャーを設定するを押してください。メッセージマネージャーというのはですね、CRM プラスオンラインが実際に LINE の配信をするときに触っていただくツールですね、用意してますので、そちらの設定を進めていただく形になります。で、CRM プラスオンラインをインストールいただきましたら、メッセージマネージャーにログインする用のアカウント ID は自動で発行しております。ですので、下ですね、パスワードを設定して実際にログインするというような形になります。パスワードを設定する。で、任意のパスワードを入力してください。で、保存する。そうするとパスワードは設定済みですとなっているので、一度ここでですね、こちら青文字のメッセージマネージャー開いていただいて、ログイン画面行きますので、アカウント ID をコピーいただいて、メッセージマネージャーのところでペースト、先ほど入力したパスワードを入力で、ログインをお試しください。ログインが成功しましたら、こちらサイト一覧というところにサイト名が表示されますので、ここが表示されれば成功です。一旦 Shopify の管理画面に戻ってください。もしパスワードを忘れてしまったという時にも、こちらのパスワードを変更するを押していただければ、何回でもパスワードは設定いただけるので、忘れた際にはもう一度ここで設定し直しをお願いします。では一旦ホームに戻っていただいて、こちらですね、3番目まで設定が完了しました。では次にですね、マイページに ID 連携追加、連携解除のボタンを表示するというものになります。これですね、こんな感じで Shopify のお客様のマイページに LINE の連携のボタンを表示するものになります。ですね、実際にこちら Shopify のテーマのコードを編集してタグを実際に入れていただく手順になります。ですので、一度 Shopify のそのマイページですね、開いていただいて、コードを確認する工程になります。ですので、こちらですね、オンラインストアのこの目のマークを押していただいて、プレビューですね、表示してください。
で今私これドーンのテーマに設定しているんですけど、皆さんもそれぞれテーマがあるかと思います。アカウントのマークもしくはログインしていただいてマイページを表示してください。何も設定されていない場合ですと、例えばドメイン/アカウントのページになります。でですね、皆さんのサイトもそうだと思うんですけど、最近はスマートフォンでサイトに訪れる方非常に多くなっていますので、ちょっと実際にスマートフォンの見え方に合わせて設定いただければと思いますので、まずですね、こちらブラウザ上で右クリックをしてください。今これ Google Chrome で設定進めているので Google Chrome 前提のお話にはなってしまうんですけど、もし、Google Chrome 以外使われている場合でしたらその他の開発ツール使っていただいてもいいんですけど、Chrome だと同じ手順で進めていただけるので、設定の時だけ Chrome 使っていただくとかしていただければと思います。では、Google Chrome でサイト開いていただいて、一番下ですね、右クリックした上で検証ボタンを押してください。そうしますと最初こんな感じで表示されてますかね。右側に、ソースコードが表示されていて、左側にサイトが表示されているという形になります。この中のこのタブレットとスマートフォンのアイコンですね、こちら押していただくと、ここでどんな端末で開いた時にどんな見え方がするのかっていうシミュレーションをしていただけるので、ここで例えば iPhone とか表示していただければ iPhone でこんな感じに見えるんだよっていうのを確認いただけます。でですね、この中で実際にどこに先ほどの LINE 連携タグを入れるのかっていうのを見ていただきます。でですね、ここの先ほど押していただいたタブレット、スマートフォンのアイコンの横にセレクトツールがありますので、こちらを押していただくと、こういった形でマウスがある場所のソースコードの場所を示してくれるんですね。なので例えば私今回このアカウントとログアウトの間に LINE のタグを入れたいなっていうふうに思うので、一旦アカウントでクリック。そうするとここアカウントを表示しているタグを教えてくれるので、ここを押してみると、このクラスカスタマーアカウントという、タグの中の H1 というタグのアカウントのところに入ってるんだなっていうのが分かります。でちなみに1個下に移すとログアウトボタンになってるんだなっていうのが分かるので、この H1 アカウントとログアウトボタンの間にタグを入れたいっていうふうに、ここまで分かれば OK です。タグを入れるところが確認が終わりましたら、一度 Shopify の設定の方に戻ってください。でですね、実際にこちらの表示用タグというものをコピーいただいた上で、こちらオンラインストアテーマを開いてください。でテーマの設定に来ましたら、こちらアクションを押すとコード編集というものが出てくるので、こちらを押してください。そうしますとこちらですね、テーマの中に含まれているファイルがバーッと一覧で出てくるので、マイページを編集したいので、カスタマー/アカウント.likitを押してください。そうしますとこちらですね、マイページ内のソースコードが出てきます。で先ほどですね、こちらで確認した通り、カスタマーアカウントというクラスの div タグの中の H1 アカウントとこのログアウトのボタン、この中に入れたいので、ここを探します。そうするとすぐにありましたね。div クラスカスタマーアカウントのブロックがあって、その中に H1、これが多分先ほどのアカウントって表示していたものですね。でこちらがログアウトの行ということが分かるので、ここにエンターでペースト。これでタグの入れ込みが完了します。でですね、さらにこの表示用タグが表示されてちょっと下の方に行っていただくと、
エラー表示ですね、何かしら連携ができなかった時とかにその原因とかを表示するエラー表示もあるので、こちらも一緒に同じページに入れておいてください。私とかはちょっとこの上とかにも入れてしまったりしてますね。はい、こうして一旦保存するでお願いします。そうするとすぐに反映がされますので、先ほど見ていたこちらマイページ表示いただいて、更新ボタンを押しますと表示されましたね。 LINE の連携表示がこれで表示されたという形になります。ではですね、一旦 Shopify の管理画面開いていただいて、こちらですね、ホームを押してください。そうすると設定のここまで終わった形になりますので、次にこちらですね、マイページに LINE 連携の入り口を表示したんですけど、もう1個 LINE 連携の入り口を用意することができまして、それがですね、サンクスページですね。Shopify の購入が完了したところでありがとうございますというふうに表示するページなんですけど、そこにこういった形で LINE で連携しませんかという促しをすることができます。こちらの設定を進めていきます。で、ここで表示しているここの訴求軸というものは、この下のところチェックで選んでいただけるので、例えば LINE 公式アカウントから何か LINE 限定のお得な情報をお届けしますよとか、あとはおすすめの商品情報をお届けしますよとか、であとそうですね、私とかはそのディスカウントのところからクーポンを発行して LINE 限定のクーポンも発行しようかなと思っているので、こちらも選択して下のスクリプトをコピーで、ここですね、設定チェックアウトを開いていただいて、下の方に行っていただくと、こちら追加スクリプト注文状況ページというものがありますので、ここに貼り付けてください。これで保存するお願いします。はい、これで CRM プラスオンライン自体の初期設定は完了しています。実際に設定が全て完了しているか確認したいので、一連の動作確認してみてください。ではまずこちらですね、マイページ表示いただいて、この LINE 連携表示から実際に連携を試してみます。こちら右側連携すると押しますと、まず皆さんの LINE 公式アカウントが表示されるかと思います。で、こちらログインと進めると出ましたね。これは先ほどですね、デベロッパーズの方で設定したこちら LINE ログインチャンネルの情報が表示されているのが確認できるかと思います。 LINE ログインチャンネルのアイコンで、ここのチャンネルデスクリプションと入れたこの説明がそのままここに表示されています。で、プロバイダー名も提供者という形で表示されているのがわかるかと思います。ですので、基本的にはこの LINE 連携のこの画面でお客様が何も不審に思わないように、そのサイトの紹介とか入れていただければいいかと思います。で、こちら許可すると押しますと、こういった形で、今私ですね、LINE 公式アカウントの管理者でもあって友達追加されているので、もう友達追加済みですよというふうに表示されるんですけど、通常ユーザー様にではですね、こういった形で表示されます。LINE の公式アカウントを友達追加しますかしませんかというような表示になっていれば OK です。で、こちら戻るとしますと Shopify に戻ってきて連携済みになっているのが確認できるかと思います。でですね、実際にこれShopify 側の管理画面で先ほど連携したアカウントを表示しますと、下の方ですね、顧客タグのところに LINE っていうタグが入っているのを確認できるかと思います。これは CRM プラスオンラインが LINE で連携している方の顧客タグに自動で付与しているタグになるので、こちらが入っていればこれでこのアカウントが LINE 連携完了しているということが確認できる形になります。ですので今回初期設定が完了しているというのが分かるかと思います。でもう一個ですね、購入完了サンクスページにも
スクリプトを入れたかと思うので、そちらも確認してみてください。注文管理で何かしらの注文を開いていただいて、右上のその他の操作の中に注文状況ページがございますので、こちらを押していただくと、実際にその人の購入が完了した時に表示されたページが表示されます。でそうするとここですね、 LINE 連携しませんかという表示が出ているのが確認できるかと思います。これが表示されればこちらの設定も完了しているという形になります。以上で初期設定のご紹介を終了させていただきます。